トレーナー室に行ったらトレーナーが居眠りをしていたので起こしてミーティングを始めようと思ったら局所的に記憶を失っていたようで君は誰だと問われたのであなたと将来を約束した馬娘と告げるアドマイヤグルーブ。失礼します。業務時間中に居眠り？いいご身分ですね。ほら、さっさと起きてください。ミーティングをするんでしょう？トレーナーさん、聞こえていますか？トレーナーさん。当たり前すぎて感覚が麻痺していたけど日頃からとんでもない量の仕事をこなしているのよね。溜まった疲労が一気に体に襲いかかったらいくら中央のトレーナーといえど太刀打ちできないのかしら。そういえば、担当馬のために寝ずに働いていたトレーナーが過労死した事例があったような。まさか、私のトレーナーさんに限ってそんなことは。トレーナーさん、起きてください。起きなさい、早く。トレーナーさん。トレーナーさん。よかった。眠っていただけなのね。大丈夫ですか？どこか痛むところは？いや、特には。そう。本当に、よかった。君は？私は大丈夫ですよ。体調管理は万全ですから。そうじゃなくて。え？君は、誰かな？なんですって？ここはトレーナー室だよね。トレセン学園の。そうですけど。それはわかる。いや、覚えてる。覚えてる？まさかトレーナーさん、記憶が？そう、俺はトレセン学園のトレーナーだ。そしてここにいる君は俺に関係のある学園生ってことかな？何を、言っているんですか？私のことは、覚えていないの？ごめん。そんな。すまないけど君のことを教えてくれないか？聞かせてもらえれば思い出すかもしれないし。私は、5本。私の名前はアドマイヤグルーブ、あなたの担当馬娘です。そうか。君が俺の担当馬。私のライバルであるスティルインラブを倒すため契約を交わしました。それから、あなたと将来を約束した馬娘です。将来っていうのは？それは、悪いね、俺が思い出せないばっかりに。いわゆる、恋人というやつかしら。俺と君が恋人？ええ、そうです。でもトレーナーと学園生が付き合うって問題があるんじゃない？問題があるから隠れて付き合っているんです。なるほど。しかし俺ってば随分大事なことを忘れてしまったんだな。ごめんよ、記憶が戻るように頑張るから。謝る必要はありません。あなたが望んで忘れたわけではないでしょうから。それで体は大丈夫なんですか？それは大丈夫。どこかが痛むわけでもないし気分も悪くない。お仕事のことは？仕事？次走の予定とかトレーニング内容とか。覚えてるよ。明日はハンド中心、明後日は並走。週末は軽めに調整して。問題なさそうですね。君のことだけぽっかり抜けてる感じだ。局所的な記憶障害なのかもしれません。そんなことあるのか？特定の時期や人物に関する記憶だけ抜け落ちる場合もあるそうです。ひとまず病院に行きましょう。この後確認したい資料が。ダメに決まっているでしょう。でも体は。ダメと言っているの。あなたは以前からそう、仕事のことになると自分の体を後回しにする。それが今の事態を引き起こしたと言っても過言ではないでしょうに。特に異常は見当たらない、と。体には問題なくて記憶についてもしばらく様子を見るしかないらしい。無理に思い出そうとする必要もないって。そうですね、焦っても仕方がありません。仕事も続けていいってさ。ただし無理はしないこと。わかってるよ。本当に？疑われてるなぁ。当然です。でも今後は同じことが起きないよう私がトレーナーさんを管理しますから安心してください。管理って？そういうプレイが好きな人もいると聞いたことがあります。俺はそういうのは苦手かな。では気にかける程度にしておきます。そうしてもらえると助かるよ。いい調子だったな。このままレースに向けて仕上げていこう。ステルインラブに勝つことだって夢じゃないぞ。はい。
というわけで今日はおしまい、気をつけて帰るように。トレーナーさんは？え？帰らないの？まだ何か作業でも？いや、今日はもう俺も帰るけど。じゃあ一緒に行きましょう。一緒に？私たちは将来を約束した仲なの。おかしなことではないわ。なるほど、言われてみればそうか。何？少し近くない？これくらい普通です。そんなだから中央のトレーナーは世俗に疎いって言われるんですよ。そっか。そうです。それにしても意外だな。意外？なんというかアルブってもっと距離を取るタイプかと思ってたから。どうしてそう思うんですか？だってアルブって学園では一人でいることの方が多いし。他の学園生と慣れ合う気はありませんから。だったら、トレーナーさんはトレーナーであって学園生ではないでしょう？まあ、つまりそういうことです。あ、信号が点滅してる。トレーナーさん、手を。え？トレーナーさんなら私についてこれるでしょう？走って。わわわ。ふう、間に合ったわね。アルブ、別にそんな慌てなくてもよかったんじゃ。時間を無駄にしたくありませんから。まあいいんだけど。ほら、行きましょう。ではこのままで？嫌なら話しますけど。そんなことはないよ。ただ、アルブの手って温かいな。だから？なんだか俺の心まで温かくなってくる気がしてさ。くだらないことを言っていないでさっさと歩きなさい。おはようございます。アルブ、おはよう。ちゃんと朝食をとりましたか？もちろん。本当に？疑いすぎじゃない？疑われるような前科があるくせによく言いますね。はっはっは、アルブの言う通りだね。心配しないで、もう倒れたりはしないから。いいですか？食事の際は食事に集中すること。仕事をしながら片手間に食事をしていては休憩になりませんからね。大丈夫だって。アルブ？やっぱり不安だわ。そんなこと言われてもな。決めた。私がトレーナーさんの食事をしっかり見届けます。今日のお昼、カフェテリアで待ち合わせしましょう。どういうことかな？あなたがちゃんと食事するかを私がこの目で見届けると言っているんです。ああ、一緒に飯を食おうって話か。まあ、そうとも言うかもしれませんね。でもそうか、恋人ならおかしくないよな。それならそうと遠慮せず言ってくれればいいのに。恥ずかしいじゃないですか。ともかくわかった。じゃあお昼に集合ね。遅刻したら承知しませんからね。アルブ、このデータを確認してくれ。どこですか？このラップ。ああ、ここですね。前より早いけど最後が落ちてる。だから序盤は少し抑えていこう。わかりました。次はそこを意識して走ります。アルブ。はい。こうして一緒にいると前と変わらない感じがするな。記憶はないんだけど。ちょっと安心したよ。安心って？こうして二人でいると俺たちがずっとやってきたことがなんとなくわかる気がする。記憶はなくても？ああ。息が合うっていうかアルブが何を考えてるのか少しわかる気がするんだ。そう。だから多分、本当にいい担当関係だったんだろうな。いや、将来を約束するくらいなんだし俺が思ってる以上にいい関係だったんだろうな。そうね。なんか嬉しいよ。どうして？覚えてなくてもアルブと一緒にいると大事な人だったんだろうなって思えるから。アルブがいてくれてよかったって心の底から思うよ。アルブ？なんでもありません。帰りましょう。今日は手を繋がないの？アルブ？あ、忘れていました。アルブって俺のこと好きだった？はい？ごめん、変なこと聞いたね。将来を約束したって言われても実感がなくてさ。俺たちがどういう関係だったのか少し気になっただけだよ。好きでした。今も好きですよ。そっか、ありがとう。どうしてお礼を言うんですか？いや、なんとなく嬉しかったから。そう。
何をしているのよ。私は、最初は、ほんの少しだけのつもりだったのに。記憶が戻るまで、それまでのはずが。違う。私は最初から。トレーナーさん、お話があります。うん。私たちが将来を約束していたという話、忘れて。どうして？嘘だから。あなたは私と将来を約束したことなんてありません。恋人だったというのも嘘。全部、私が勝手に言ったことだから。嘘。あなたが私のことを覚えていないと知った時私は一瞬考えてしまったの。今なら私が望んでいたことを本当にあったことにできるのではないかと。あなたは何も覚えていない。私がそうだったと言えば信じる。卑劣でしょう？自分でも嫌になるわ。欲しいものは自分の力で勝ち取りたいと私はずっと思っていた。スキルさんにも正面から勝ってあなたからの信頼も正面から手に入れたかった。なのに、一番欲しかったものだけあなたが弱っている隙に手に入れた。最初はほんの少しだけなら許されると自分に言い聞かせたの。あなたの記憶が戻るまで、その間だけならと。でもあなたが私を信じて、一緒に帰ろうと言って手を繋いで、私がいてよかったと言ってくれて嬉しかった。どうしようもなく嬉しかったのよ。だからやめられなかった。本当のことを言えば全部なくなると思った。あなたがまた私のことを担当馬娘としてしか見なくなるのが怖かった。将来を約束したなんて嘘なのよ。でも、私がそうなりたいと思っていたことだけは、嘘ではないの。ごめんなさい。本当にごめんなさい。アルブ、俺も君に話さなきゃいけないことがある。いいわ、どのような制裁も受ける覚悟はできてるから。そうよね、こんな馬娘の担当なんてしたくないわよね。記憶、戻ってるんだ。契約解除の書類にサイン記憶が戻ったですって？昨日くらいから、少しずつ。今日にはほとんど戻っててさ。どうしてすぐに言わなかったの？言おうとはしたんだ。でも言ったら君がすぐ俺から離れていく気がしてどう切り出せばいいかわからなくなった。あなたもこの関係が終わることを惜しいと思っていたの？多分、そういうことなんだと思う。そう、なのね。とはいえだ。やっぱり在学中に恋人関係はまずいと思うんだよ。あら、記憶喪失中のあなたは受け入れていたのに。それはほら、そんな状態の俺に良くしてくれているアルブに悪いと思っていた部分もあってだな。じゃあどうするんです？一旦恋人関係はおしまいにしてまずはステルインラブを倒すことだけに集中しよう。やるべきことをやって時間も経って障害がなくなった時に俺から改めて言わせてほしい。これでどうかな？ただでさえ私には引け目があるのだからどうもこうもないでしょうに。でもこれだけは忘れないで。私があなたとの将来を望んでいるということを。ああ、わかったよ。じゃあトレーニングを始めましょう。そうだね。そうそう、トレーニング後は一緒に帰るから勝手に帰らないでくださいね。え？何を驚いているんです？だって恋人関係は解消されたのに。恋人関係が解消されたからといってあなたと一緒に帰りたいという気持ちまで消えるわけではありません。それはそうかもしれないけど。なら学生寮までエスコートしてください。最近は物騒ですから。それなら問題ないでしょう？担当馬の安全を確保するために同行するだけなんですから。まあ筋は通るか。決まりですね。ところで最近通学路に犬カフェがオープンしたんですよ。そうなんだ。今日はそこに寄りますからそのつもりでいてください。はいはい、わかりましたよ。ふふ、明日はどこに行こうかしら。俺の財布の都合も考えてくれよ。一方的に植え付けた偽りの恋人関係よりもお互いの気持ちを確認した恋人未満の関係の方が幸せだよな。愛を知ったアルブさんは無敵だ。覚悟するんだな、ステルインラブ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。